2025年8月、ある病院の受付で、一人のおばあさんが、紙の保険証を手に、静かに順番を待っていました。保険証、こちらです。と、受付に差し出す。ところが、こちら、有効期限が7月末で切れています。本日は10割負担になります。と、告げられた。おばあさんは戸惑いながら言います。前はこれで見てもらってたのに。受付の空気が、すっと冷えた。その日、おばあさんは、診察を受けられずに帰りました。保険証があるのに、見てもらえない。何が起きていたのか。2025年7月末、全国の自治体で、国民健康保険と後期高齢者医療制度の紙の保険証が有効期限を迎えました。表向きには、マイナ保険証への切り替え、あるいは、資格確認書への移行が予定されていた。でも、多くの人が、今の保険証が使えなくなることを知らないまま、病院へと足を運びました。想定されていた移行は、現実には置き去りだった。紙の保険証しか持っていなかった高齢者が、受診できずに返された。資格確認書が届かず、医療機関で10割負担された。自分がどの保険に属しているか把握していない人も多い。そして重要なのは、厚生労働省は、期限切れの保険証でも2026年3月末までは使用可能、と、通達していたという事実。それでも現場では、期限切れイコール無効、と誤解され、救済策が機能しなかったのです。保険証があるイコール、安心、ではない社会が、静かに始まっていたのです。この混乱を、ネットの声が証明しています。昨日、保険証を持って病院に行った。でも、期限が切れてると言われて、見てもらえなかった。私はマイナ保険証と紙の保険証と、役所から届いた謎の紙切れ、全部持って行った。なんとか見てもらえたけど、隣の高齢者は返されていた。資格確認書を送るなら、紙の保険証のままでよかったのでは。281億円かけて、国民を混乱させただけ。制度を作ったら、あとは、現場任せ。現場はパンクしてるのに、誰も責任を取らない。制度の正しさと現場の現実は別物です。なぜ、こんなことが起きているのか。背景には、政治判断がありました。政府は、マイナ保険証を普及させるため、紙の保険証をやめる、という選択をしたのです。マイナ保険証を使えば、医療情報を一元管理できる、重複診療を防ぎ、医療費削減にもつながる、EDM、データヘルス改革、理屈は立派です。そして実際、政府も一定の対策は講じていました。資格確認書の送付、自治体向けマニュアルの配布、医療機関向け問い合わせ窓口の設置、期限切れでも2026年3月末まで受診可、との通達、2025年6月27日。けれど、現場では、すべてが間に合わなかったのです。通達が届いていない、機器が整っていない、職員が制度を理解していない、患者も自分の保険状態を把握できていない。制度は用意した。それで済むなら、誰も困っていないはずです。では、私たちは、どうすればよかったのか。自分の保険証の種類と有効期限を、まず確認する。マイナンバーカードと保険証が、紐づいているか、を確認する。資格確認書が届いていないなら、すぐに自治体に問い合わせる。これは、正しい対応、です。でも、対応ができなければ、医療を受けられない。それが、本当に健全な制度なのでしょうか。そして、マイナ保険証があれば安心。
そんな風に思っていた人たちにも、実は別の落とし穴が待っています。その詳細は次回の動画で。保険証があるから大丈夫。そんな時代はもう終わりました。自己責任で失敗してはいけない。人の命に関わる制度なら、なおさら。制度は変わった。でも、人の命は置き去りのままだった。